これでわかるベアトリーチェ・チェンチ。なんとも儚く美しい肖像画。お風呂上がりのような格好をしていますが違います。この絵は彼女が処刑される直前を描いたものとされています。ターバンは髪が処刑の邪魔にならないように身につけていたとか。実在した人物です。名家の娘で、彼女の罪状は父親殺し。この表情は何を思っているのでしょう。悲しみ、諦め、絶望。もはやもう何も考えられなくなっている表情なのかもしれません。非常にショッキングな出来事で多くの人の関心を集め、この事件をテーマに様々な文学、音楽、映画作品などが生まれています。もちろん絵画も。こちらはポール・ドラローシュの描いた監獄に向かうベアトリーチェ・チェンチ。この動画ではスタンダールのチェンチ一族よりご紹介していきます。この事件はルネサンスが終わりを迎えた16世紀後半のイタリアで起こりました。彼女の父フランチェスコは横暴で有名でした。精神的、経済的、肉体的に妻や我が子を痛めつけていました。家の外でもやりたい放題、男女問わず犯していました。3回ほど逮捕され、牢獄に入れられるものの、お金の力で戻ってくる。どんどん暴力へエスカレートし、妻やベアトリーチェは監禁されたり乱暴されたりしていました。家族で殺害を計画するも感づかれてしまい、フランチェスコは毒味をしないと食事を始めなくなります。それでも一家は諦めず、ベアトリーチェに思いを寄せていた執事も巻き込んで殺害。事故に見せるために2階からバルコニーに落とす。ですが遺体の傷から他殺だということがバレてしまい、最終的には拷問で白状し、一番下の弟以外は死刑になりました。その弟も財産を没収され、家族の処刑の場に立ち会わなくてはならず、あまりのショックに気絶してしまいます。1599年9月1日、ローマのサンタンジェロ橋広場にベアトリーチェらの処刑を見るため、大勢の人たちが集まりました。まだ22歳、この処刑に反対する人も多く暴動が起きます。そのうち2人は巻き込まれて亡くなっています。この暴動はベアトリーチェたちへの同情もあれば、教皇クレメンスに対する疑惑から来るものもありました。それは今回の事件で、クレメンスは全く恩情を示さなかった、そして財産を没収して得をしたことなどでした。弁護士たちは、今回の事件は彼女らが自分たちの身を守るためにやった正当防衛を主張していました。ですが、犯罪の実質的な自白は集まっても、なぜ殺害に至ったかの動機に関する記録がほとんど残っていませんでした。死刑判決を下すのが決まっていたかのように。それにより、もしかしたら財産を手に入れるために最初からクレメンスがでっち上げたのではなんて話まで出ました。財産の没収は法律によって裁判官の裁量に委ねられていましたが、あらかじめ教皇に相談することなくしては決定しないことになっていました。そして財産はローマ教皇庁会計院に収められます。ただ、真相は分かっていません。この事件に関する情報は、小説家スタンダールは確かな立場の人から聞いたといい、ドキュメンタリー小説と言っていますが、年齢がベアトリーチェは22歳だったのが18歳となっていたり、拷問されていた時間がだいぶ違っているようです。近親相関があったかも曖昧で、それを匂わせてはいるものの、真実は分かっていません。余談ですが、この教皇クレメンス、この翌年1600年にジョルダーノ・ブルーノという哲学者も異端審問にかけ家計にしたことで非難を浴びました。ブルーノは世界の中心は地球か太陽かなどという議論を超越し、宇宙の中心などどこにも存在しないという立場に立っていた人。彼は神を信じていなかったわけではなく、神が宇宙の中で地球だけを特別扱いするわけないと思っていただけでした。でも異端審問にかけられたのでした。ベアトリーチェとブルーノ、この2つの処刑により市民からの信頼を失った教皇は部屋に引きこもるようになったそうです。
最初に出てきたこちらの絵をご覧ください。長いことグイド・レーニの作品とされていましたが、現在有力とされている説はエリザベッタ・シラーニによる作品だと言われています。悲劇的な最後を迎えた少女、ベアトリーチェは横暴な貴族に抵抗した市民のシンボルとなり、事件からだいぶ経った19世紀に多くの作家たちに取り上げられました。さて、今皆さんにはこの表情は何を思っているように見えるでしょうか。ご視聴ありがとうございました。